いやー、いいですね。とにかくまず見た目がいいです。下が MacBook Air で、上が今回紹介する、ディスプレイになるわけなんですが、もうね、カラフルなディスプレイというだけでもうそれ単体で価値があります。昨今ね、もう本当にガジェットというか、こういったテック製品は本当にデザインが強くなってきてますよね。ついにこうサイドディスプレイみたいなものにまでこうメスが入ったっていうのは非常に喜ばしいポイントです。ということで改めてこちらがエスプレッソライト15という商品になります。オーストラリアのブランドエスプレッソディスプレイというところから出ている、ある種ライトということでエントリーモデル的な位置づけの製品です。ちょっと前に僕インスタグラムで出てきて、で日本でその時取り扱ってなかったんですよね。先月4月末に日本でも正式に購入ができるようになりました。ということでね、早速僕も買ってみてちょっと使ってみたというところになります。お値段は54,000円です。これを高いと取るか安いと取るかは多分ね、このディスプレイをいろいろと眺めた上で皆さんにご判断いただければというふうに思います。とはいえ僕は結構満足度高いんですよね。なので何がそんなに気に入ったのかというところとか、あとちょっとデメリットというか、気になるポイントとかも含めてご紹介できればと思います。改めて、製品はこんな感じのものになります。裏面がすごくビビッドなカラーですね。僕はオレンジを選びました。改めてこちらが製品になります。前から見るとこんな感じで、後ろに返すといやーカラフル、めちゃくちゃビビッドな色合いですよね。全部でですね5色展開になっています。全部カラフルです。でその中で僕はオレンジを選んだという感じですね。結構ね、なんて言うんだろう、毒々しいというかビビッドな色味なので、割とオレンジは無難な方なんじゃないかなとこの中では思います。でこのカラーはこう前にして置いた時にもちょっとこのエッジの部分でわかるんですよね。若干こう前から見ても縁がオレンジみたいな、このくらいのさりげなさも可愛いですね。前から見て可愛いのはとても大事です。で、画面のサイズはですね 15.6 インチになります。なので僕が使っている MacBook Air、 これですね、13インチと比較すると、一回りくらい大きいかな、そのくらいですね。でちなみに僕いつもiPad mini をね、サイド化機能でサイドディスプレイ化してるんですが、それと比べると本当もう2倍以上くらいのサイズ感になります。いやー素晴らしいですね。でここ僕がなんなら唯一のちょっとこうねと思ったポイントが、解像度がフル HD という点です。1920×1080 のフル HD 画質なので、普通のディスプレイとか、あとノート PC、特に MacBook のようなものと並べるとこうちょっと粗さはわかるかなっていう感じ。不便というほどではないんだけど、昨今ね 4K のサイドディスプレイ、モバイルディスプレイって全然こう世に出ている中で、ちょっとこう解像感が足りないとも思いますかね。でリフレッシュレートは最大 60Hz になってます。僕はゲームとかしないので全然これで十分ですね。でさっきね画面ちらっと見せた時にお気づきかと思いますが、かなり光沢感のあるディスプレイです。マット仕様とかではないですね。で重さはだいたい 700g です。この手のディスプレイの中では普通かやや軽いくらいかなというふうに思います。というのも、これ素材っていうんですかねがプラスチックなんですよ。というか ABS 樹脂っていういわゆるなこう樹脂製のものになっていて、特に裏面とかはこう分かりやすく言うと子供のおもちゃみたいな素材なんですよね。ただこれ別に安っぽいとかあんまり感じないです。僕としては結構ね、むしろこうポップな感じが出て好きな部類ですね。で樹脂製なこともあって軽量なので、素材とかそれによる軽さっていうところは僕は結構気に入っているポイントです。でさっきからちょっと見ていて分かる通り端子とか接続部分みたいなのが全然見つからないんですよ。どうやってつなぐかというと、ここ一面のこの側面にだけ USB-C のポートが2つあるんですね。ここにディスプレイをつなぎます。電源供給も画面出力もこの USB-C ポート2つだけで行います。なので HDMI とかは使えないですし、別途 AC アダプターをつける必要もないという感じですね。これすごいなと思ったのは付属のケーブルが紫です。なんでいや多分ねディスプレイのカラーバリエーションの中に紫が1個あって、ブランドカラー的なところと合わせて全部のカラーに紫入れてるんでしょうけど、本当にこう
アメリカのすごい激烈な見た目してるお菓子みたいな、なかなかなカラーですよこれ。別に何も凝らずに黒とかで良かったのにとかちょっと思ったりしますが、ちょっとつなげてみましょう。本当にこうやって USB-C1 本つなぐだけで、はい、起動しました。はい、映りました。こんな感じの印象になります。ベゼルはこのくらいの太さになります。まあどっちかというと細い方っていうぐらいの部類かな。特段細いというわけではないんですが、まあ全然こう気になるほどのものでもない、まあ一般的な細めのベゼルぐらいの印象ですかね。こうやって PC とかにつないで作業環境を拡張できるというようなアイテムになっています。そんなわけで性能としてはごくごく一般的なサイドディスプレイになるわけなんですが、さっきこの端子のところでも話した通り、徹底的にミニマルな見た目が追求されております。ちょっとここにねロゴがあるくらいで、端子はこの2つだけだし、固定用のネジ穴とかそういうのないんですよ。普通ねこういうサイドディスプレイの類ってなんかこうネジで固定するみたいなものが一般的なんですけど、そういうのもつけられないんですね。これ何もないです。なので、設置というか、固定の方法として、付属しているのがこちらの純正のスタンドになります。これね結構デカ重なんです。このスタンドとディスプレイはマグネットによって、吸着します。しかもこれ結構強いんですよ。もうがっちり固定されます。マグネットで割かし好きな場所、そんなに自由度高くはないんですけど、なんかこの辺とかでもつけられる。でも見た目とか磁力の強さ的にできるだけ真ん中でつけた方がいいとは思いますが、はい、こんな感じでつけられます。でこれが結構展開するんですね。かなり関節も固めにはなっております。はい、こんな感じです。これでこう MacBook とかね、外出先とかでも使えますよという感じです。このスタンドがかなりがっしりしてます。アルミニウム製でなんて言うんだろう、ボヤタとかのスタンド触れたことありますかね。ああいう感じも関節もちゃんと硬いですね。角度もかなりねいろんなところで固定することができるようになっています。本当にこう細かく角度調節が、高さ調節と角度調節ができるので、もういい子ないですね。スタンドとしての作りはめちゃくちゃいいと思います。でディスプレイとスタンドは縦でも使うことができるので、よいしょ、はい、こんな感じですね。こうやって縦にも、はい、設置することができます。15インチを縦にするとなかなかの大きさですね。迫力があります。でさっき冒頭でもお見せしていたように、この MacBook の上にこのディスプレイを載せるっていうような使い方もできるんですね。でそれはこのスタンドの魅力で、裏面をここさらにこう展開ができるようになっています。なのでこう立ててこうですよ。でよいしょ、より高い位置にディスプレイを設置できるようになるので、ここに、はい、これでさっきの配置ですね。だいたい13、14インチぐらいのMacBook の上にこうディスプレイを配置することができるようになりました。ここまで来るともう完全に目線と同じ高さになるので、すごい快適です。作業が首が全然疲れないですね。ただ、そんなわけでですね、外出先でも非常に快適に作業ができるということで、エスプレッソディスプレイのエスプレッソライトおすすめしたいんですけど、これさっき言った通り本体が 700g です。でこのアルミのスタンドはなんと 500g あります。よって合計 1.2kg です。MacBook もう1台別で持ち歩くぐらいの、そのくらいの重さのインパクトがあります。旅行とかね出張みたいな環境ならめちゃくちゃいいんですけど、ちょっとね毎日の持ち物に加えるのはあんまりおすすめできないかな。じゃあスタンド変えちゃえばいいじゃんと。これせっかくマグネット対応なんだから、なんかマグセーフのスタンドとかを使ってうまくできるんじゃないのっていうふうに思いまして、僕の、前から愛用しているこのレオフォトの ES5 だっけな、はい、そういったマグセーフのスタンドねつけてみようと思ったんですけど、なんかつかないんですよ。なんでこれなんでなんだろうな。こっちはつきますね。
多分そのどっちに磁石がついてるかとか N 極 S 極とかそういう話でもうこれ以上僕は考えたくないんですけど、とりあえず市販のマグセーフスタンドにそこまで期待はできないんじゃないかというのが今のところの僕の結論です。僕そもそもですね、これなんでサイドディスプレイ買ったのっていう話なんですよ。もう外出先では iPad mini をサイドカー運用するのでもう全然事足りているというか問題ないんで、一番メインで使いたかったのがこのデスクだったんですね。デスクのサイドディスプレイとしてこれを使いたかったと。ということで最近はですね、このスタンドをちょっと畳気味にして、はい、こんな感じ。はい、こんな感じでですね、今ディスプレイを配置して運用をしております。これで MacBook につなぎます。すると、はい、はい、いい感じですね。これは素晴らしい。こんな感じです。これをやりたかった。というのも、ずっと話している通りですね、AI 時代のデスクにおいて2画面はもうほぼ必需品になってきてるわけですよ。メインの自分の作業環境と、あとサブの AI 用の、作業環境というか、AI の作業進捗を表示するような画面。これがないとなかなか作業がしんどいんですね。で、ここ最近はずっとスタジオディスプレイ1台でやっていたんですが、やっぱりね、一回動画にした通りでもう1台欲しいなっていうのはずっと思ってたんです。それでもうここのサイドディスプレイなわけですよ。具体的に言うと、上は本当に自分の作業環境なんで、例えばこれは Google Chrome で、こっちは Notion ですね。で、ウィンドウを変えると、例えば動画編集とか画像編集とかそういったアプリもここで表示します。で、下はサブの AI 用のアプリです。で、今はですね、僕がこれさらにこの下の画面も2分割にして、片方にクロードおよびクロードコードとかで、もう片方には最近の動画でご紹介したタスク管理アプリとか、あとその他もろもろ自分が作ったウェブアプリ、結構な頻度で活用するので、それを常時表示しておくディスプレイとして使っています。最高最高。なんかね、このエッジの部分にチラッとオレンジがほのかに見えてるの分かりますかね。このくらいの主張が僕はすごく気に入っています。本当はね、このダッシュボードに取り付けたいので、何かしらの方法はちょっと今後考えていきたいんですが、一旦は純正のスタンドをこうやって設置するのでもそんなに問題はないかなと思っています。最終的には浮かせたいですね。で、このね構造を見てもちろん思ったことがある人もいると思うんです。 MacBook でよくないって。ここにMacBook を置いた方が、別にそもそもディスプレイ買わなくていいし、なんなら MacBook Air のそのディスプレイの方がフル HD のこのエスプレッソライトよりも解像度高いので、そっちの方が良くないっていう、そんなことは言わないでほしい。強いて言い訳をするなら、これ15インチなんでこっちの方が大きいんですよ。やっぱりね、左右分割にして2画面にして、かつチャット系のねツールとか縦スクロールをするってなった時に、このサイズ感はすごくちょうどいいというか、このくらいは最低限欲しいと思っているってところです。言い訳になってるかな。本当は多分もう AI にがっつりどんどん作業させていっている人は、もう同じスペックのディスプレイをもう1台配置してあげるのがベストなんですよ。僕の場合はスタジオディスプレイを2台ね配置してあげるとかになるんですけど、ちょっと値が張りますし、あともっと言うとですね、そのために例えば安価なね安めの同じサイズの27インチディスプレイとか置くと、多分ね解像感の差が結構気になるんですよね。こっちはもう 5K とかなんで、 5K のレティナディスプレイでしたっけ。もうねこのスペックには相応の値段を払わなきゃいけない。だったらもう全然違うサイズの全然違うスペックのディスプレイを用意してあげた方が、なんとなく自分の中では使っていての違和感ストレスはなかったんですよね。で、あともっと言うとさっき言った通りモバイルなんで、旅行とかにはすごく相性がいいと思います。使う時だけ持ち出して MacBook と2画面で作業するっていう運用ができるのはモバイルディスプレイの大きな強みかなと思います。そしてこのエスプレッソライトに関しては公式からですねディスプレイマネジメントっていうんですかね、モニターマネジメント用のアプリが出ております。エスプレッソフローというアプリです。ただ正直ですね、僕これ使ってないですし、使わなくていいかなというふうに思います。というのも別にアプリなくて困ってないというか、 MacOS 純正のディスプレイの操縦機能で全然事足りますし、あとこの画面の回転とかもエスプレッソフローであれば、この画面の回転を自動で認識して縦横表示みたいなものを勝手に切り替えてくれるっていう機能があるんですけど、別になくていいかな。
あとこのディスプレイの明るさに関してもこのキーボードの方で操縦が可能です。こんな感じなので困らないんですよ。最近のディスプレイってこういう機能がもう純正でついてるんですね。すごいいいですね。昔僕がファーウェイのメイトビューとか他のディスプレイ使ってた時はなんか専用のソフトウェアとか入れないとこの明るさのね切り替えに対応してなかった記憶なので、これは便利ですね。なんでこれアプリ入れなくていいとまで言ってるのかっていうと、僕の環境では安定動作しなかったんですよ。なんか使いにくくて普通に作業がしづらくなったので一旦やめたっていう感じでした。そういった報告がめちゃくちゃ上がってるわけでもないので、個体差とか僕の設定ミスとかもあるかもしれないんですけど、まあ困ってないのでこれでいいかなという状態です。一旦ダウンロードしてみてちょっと使いにくくても多分消しても大丈夫だよっていうような一応のお知らせでした。であとね、最後僕一個気になってたのが、さっき言った通りこの端子がここに2つついてるんですけど、 USB-C の1個は画面の出力および給電用として分かるんだけど、もう1個何に使うのって思ったんですよね。挿してどうやらこの USB-C ケーブルをこう充電器に挿すと、今デスクで使ってるんで、別にいらないんですけど、外出先で MacBook とこのディスプレイだけ使ってた時に充電器からケーブルを経由してディスプレイを経由して MacBook に給電ができるらしいです。なので MacBook のポートが1個足りなくなったって時でも1個追加できるよっていう穴らしいです。そうそう使わないかな、僕の場合は。けどあるに越したことはないかもしれない。そんな感じです。いや、いいですね。シンプルに物として気に入っているというのもありますし、あと僕のデスクセットアップをね、より強化できたっていうところでも非常に気に入っております。なかなかね、このサイドディスプレイって本当にね、ダサいのが多いんですよ、言ってしまえば。なんかこうゴテゴテしてるものとか、過剰な機能がついていたり、端子とか接続用のネジとかでなんかちょっとごちゃごちゃしていたり、安っぽいプラスチックのなんかフルブラックみたいなカラーが多かったりとか、そういう中でこういったものを出してくれるっていうだけですごく僕はありがたいなと思っています。最初に話した通り、フル HD という画質に関してだけちょっと気になる方はいるかもしれないですが、僕も4K だったらいいなと思いつつ、実運用上そんなにこうデメリットみたいなものは感じていませんし、むしろこれで値段が下がってると思えば全然こう許容できる範囲かなというふうに思っております。サイドディスプレイを探してる人ってそう多くないと思うんですけど、 AI 時代の必需品と言っていいので、ぜひぜひ検討してみてください。ということで、このチャンネルでは他にもライフスタイルに関する様々な動画を載せるので、ぜひチェックしてみてください。またチャンネル登録や高評価もよろしくお願いします。ということで今日はこの辺で。以上、なごみけでした。では。